皆さん、ステーフカンファレンス世界を感動で満たす 3D3R 技術への挑戦にお集まりいただきどうもありがとうございます。私本日ファシリテーターを務めさせていただきますソニーグループ株式会社 R&D センターテクノロジーフェローの野本と申します。よろしくお願いします。ここで 3D3R というのはですね、3D は3次元を表す 3D でして、その後リアリティ、リアルタイム、リモートの略称でございます。本日はソニーが提供するサービスのコンテンツ価値をこの 3D3R 技術でいかに高めるかということをエンジニアの皆さんとパネルディスカッション形式で議論していきたいと思います。よろしくお願いします。先ほど、世界を感動で満たすということと、技術ということと、あともう一つソニーの事業ということなんですけど、この3つの関係がちょっと飛躍があるかなと思いますので、私のパートではそれを説明させていただければと思います。でまずここではソニーのパーパス、存在意義を掲げていますが、クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たすということで、その世界を感動で満たすというビジョンに対して、我々の技術でいかにその貢献するかということを今日お話しできればと思います。はい、で次にですね、ソニーの事業の話なんですけども、ここに挙げたようにソニーはゲーム、音楽、映画という事業に取り組んでいまして、これらの事業はまさにクリエイターとともにですね、感動を生み出して、そしてお客様に感動を届けるという事業でありまして、でその次のエンターテインメントテクノロジーサービスという事業はですね、お客様に感動を生み出すためのカメラとかですね、ビデオカメラというような製品であるとか、お客様が感動を味わうためのテレビであるとかスマートフォンとかといった製品サービスの事業に取り組んでいる事業でございます。でそして、イメージング&センシングソリューションで扱っている、CMOS イメージセンサーは、皆さんご存知のように、コンテンツクリエーションにはもう書くことができないデバイスでありまして、これも非常に感動と関わっているデバイスであると。でまたこれらの技術を統合してですね、今後新たにメタバースやモビリティ、そして社会貢献としてサステナビリティというサービスにこれから取り組もうとしております。でこの説明だけではちょっとイメージつかみにくいと思いますので、まず皆さんにはソニーのパーパスビデオですねをご覧いただいて、我々の事業のイメージをつかんでもらえばと思いますので、よろしくお願いします。What is Kondo? It is the feeling of being alive. It is the energy that empowers others. It is something that is shared around the world and brings people together. When Kondo unites us, it connects us to the future. It becomes the power that creates more Kondo and the driving force that moves the world. This is why we will continue to deliver Kondo by unleashing creativity and enhancing technology. We promise to enrich people's hearts with Kondo experiences by creating extraordinary content and vibrant communities. To fulfill the dreams of creators by providing the finest tools and the ideal environments. To provide safety, health, and peace of mind to the world by supporting people's daily lives with cutting-edge advances. We cannot accomplish this alone. We want to think together, create together, and enjoy together. Let's move forward together to a world where everyone can find Kondo in their lives.
Sony's purpose. Fill the world with emotion through the power of creativity and technology. はい、ビデオをご覧いただきどうもありがとうございました。先ほどのようにですね、ゲームや映画、音楽、それからモビリティやサステナビリティをさまざまな事業に取り組んでいる様子がご覧にいただけたかなと思っております。で、私はですね、これらのサービスをさらにこの感動タッチを高めるためには、その3つの大きなファクターが重要ではないかなと考えています。で、一つはですね、これらのサービスをよりリアリティを持って味わうための実在感ですね、実在感の向上、そしてこれらのサービスをより深く味わうための没入感の向上、そして我々のコンテンツに新たにですね、よりアクティブに関わるためのインタラクティビティの向上、この3つの大きなファクターが大事だと思っております。ではこの3つのファクターをいかに技術で高めるかというところなんですけども、これが今日の 3D3R につながってくるんですけども、例えば実在感を高めるためには、これまでの2次元の平べったいコンテンツだったところから、3D のより実体感のあるコンテンツにして実在感を高めるであるとか、より音であるとか画像のリアリティを持って高めるとか、よりリアルタイムにアクセスすることに高めるかというところが重要だと思っています。で、没入感はですね、やはりこれもより音質画質のさらなるリアリティの向上という側面と、それをリアルタイムにあたかもそこにいるように体験するというところが大事だと思いますし、そのインタラクティビティを高めるということに関しては、やはりこの遠隔のものをよりリアルタイムにアクセスするというところであるとか、またその 2D から 3D もリアリティをインタラクティビティを高めるということになると思うんですね。より3次元的なインタラクションでインタラクティブを高めるというところが非常に新しいオポテュニティかなと思っておりますので、まとめますと、やはりこの 3D、リアリティ、リモート、リアルタイムというこの4つのファクターが重要だと思っています。はい、でですね、この 3D3R 技術を大きくどういう要素に分解するかということをちょっと考えてみたんですけども、一つの分解の仕方としてコンテンツ制作からそれをお客様に届けるために処理してお客様側で体験するというこのフローでちょっと分解してみたんですけども、そういう意味で今コンテンツの制作のところはですね、リアルタイムシミュレーションですね、リアルタイムシミュレーション、それからいかに実世界を 3D でキャプチャーするかというところがこれ今後非常に注目される新しい技術かなと思っておりますし、そういったコンテンツをですね、いかにお客様にリアリティを持って届けるかという、信号処理の技術ですね、映像処理の技術、音響処理の技術として、映像のリアリティ再現、それから音響のリアリティ再現というのが大事かなと思っています。で、それを最終的にお客様に届けるときには、昨今の VR、AR と言われているようなリアリティの体験技術が大事ですし、このコンテンツ制作からインタラクションまでをシームレスに 3D3R を高めるためにつなぐエンドトゥエンドシステムですね、これも非常に大事な技術ということで、今回のパネルディスカッションではここの6つの技術の議論をしていければと思います。はい、それでですね、本日は先ほどの6つの技術に取り組んでいる、まさにリードしているトップエンジニアの方に集まってもらいました。コンテンツ制作のところのリアルタイムシミュレーションはソニーインタラクティブエンターテインメントの豊さん、それで実世界キャプチャーに関してはソニーグループコーポレーションの R&D センターの田中さん、はい、それから次に、レンダリングに移りまして映像のリアリティ再現は同じく R&D センターの長野さん、はい、それから次音響に移りまして音響のリアリティ再現は R&D センターの浅田さん、それでですね、次にAR/VR でまさにユーザーさんにいかにリアリティを持って体験していただくかという技術開発に取り組んでいるソニーセミコンダクターソリューションズの向川さん、最後ですね、これらのサービスをエンドトゥエンドでつなぐためのシステム技術として R&D センターの長浜さんといった方に、この6名の方にお集まりいただいたので、今回6人でワイワイと議論していければと思いますのでよろしくお願いします。それでは早速ですが、コンテンツ制作のリアルタイムシミュレーションに関して豊さんから、ご発表お願いします。はい、はい、ソニーインタラクティブエンターテインメントの豊と申します。私は1988年にソニーに入社しましたけれども、その時にプレイステーション、初代プレイステーションの開発に関わりました。その後30年近く、プレイステーションとともに歩んできています。
今日はリアルタイムシミュレーションというところでゲームの世界からどういうふうな形で見えるのかというような話をさせていただきたいと思います。この 3D3R ですけれども、インタラクティブエンターテインメント、つまりゲームの世界から見ると、これは本当にゲームの根幹をなすようなものではないかなというふうに思います。3D、これは3D ゲームが我々作ったわけですけれども、その 3D ゲームの根幹にもなってますし、リアリティ、それからリモート、リアルタイムという意味で言ってもですね、このゲームがリアルタイムで動き、それからリアルになり、それからリモートでたくさんの人たちが一緒に楽しむというようなところもありますので、まさにゲームというのはこの 3D、3R の根源をなすものではないかなというふうに思っています。それではその最初の始まり、 3D ゲームの最初の始まりである初代プレイステーションの話をちょっとしたいなというふうに思うんですね。で、私が1988年にソニーに新入社員で入社した時にですね、私の上司はプレイステーションの父と呼ばれる久田良健さんでした。彼のところに彼のチームに私配属されたんですけど、8人目のメンバーというところで配属をされまして、それ以来ですね、久田良さんには本当にいろいろと教えていただきました。で、その時にやってたプロジェクトというのが、これプレイステーション前のプロジェクトなんですけれども、サンプリングシンセサイザーというですね、生音をこう録音して、それをいろんなピッチに変換してですね、出すというようなものなんですけど、そういうものがあると本当に自分の声をこう一回録音して、であと合唱にしたりとかですね、さまざまなことができる、音で遊べるようなものを作ってたんですね。で、久田良はこれを見て、音ができるんだったらこれは映像もできるんじゃないかと。つまり世界を取り込んで、それを好きにこうリコンストラクションする、再構成するというようなことができるんじゃないかというふうに思いまして、それでプレイステーションという世界を取り込む、デジタイズする、で好きに作り変えるというような、意のままに作り変えるというようなですねコンセプトを考えて、それが何とか絵と音でできないかと、映像でもできないかということでプレイステーションを発想したというのがプレイステーションの始まりになります。当時は本当にそういう意味で言うと音はできたんですけど、まさか絵までできるのかというような話がありましたが、最終的に我々は3D、 つまり世界は 3D でできてますので 3D で映像を作り出すというようなものを作ってプレイステーションが生まれたということになります。で、プレイステーションはそういう意味で 3D のエンターテインメントというかコンテンツの最初の始まりではあるんですけれども、それ以来プレイステーションは進化を重ねておりまして、今では5代目プレイステーション5になっています。この進化の歴史というのはどういうものかというと、最初のプレイステーションから始まってですね、ここはどんどんリアルを追求してくるというようなところの進化になります。リアルの追求というのは、最初は非常に粗い絵だったのがもっと精細な絵になるし、もっと細やかに動かすようなことができるというようなところになるんですけれども、そういうようなリアルを追求していく、これがプレイステーションの進化の歴史であったのかなというふうに思います。そのために必要なのはリアルタイムシミュレーションテクノロジーというものでありまして、これは動きとかそういうものをですねシミュレーション、つまり世の中の法則に従って計算で出していくと。そうすると本当に世の中って物理法則で動いてますので、その物理に沿った正しい動きだったりとか映像だったりができる、こういうシミュレーションテクノロジーを追求していくというようなところになります。で、このシミュレーションテクノロジーですけれども、やはり計算で作り出すというわけですから、非常にやっぱり計算時間がかかるんですね。なのでプレイステーションから始まって5代目に至るまで計算パワーがどんどん増えていって、どんどんリアルな絵が追求できていくというようなことになっています。で、今日はですね、プレイステーションのシミュレーションテクノロジーの中から2つちょっと説明をしようと思うんですけども、一つが物理シミュレーションというものです。物理シミュレーションというのは物事の動きというのをですね、世界の法則である運動方程式によって解くことで動きをつけようと。つまり物理計算にちゃんとのっとって作ってありますので、非常にリアルな動きができます。
あと例えば物が爆発するとかっていうと破片が数十数百に飛び散るわけですけど、それをいちいち手でつけていくっていうことはできないんですね。だからそういうことの表現も物理計算で可能になります。でこの動きをつけるんですけど、それはそれなりに一つ一つ計算しなければいけないので、コンピューテーションパワーというか計算時間かかるんですけれども、この計算時間をたくさん取ることによって、例えば右のようにこれボールがこうウサギとこうぶつかっている絵なんですけど、本当にあんまし計算ができないと、このボールを囲むバウンダリーボックスって言いますけど、囲む、四角とそれからウサギを囲む四角、そこが四角同士で計算してやるっていうことになるんですが、それがもっともっとですね計算パワーがあると、この四角をすごく小さくしていって、非常に細かいところのアタックとか、例えばこのボールをもっとちっちゃくして、例えば雨が降ってきて、でそのウサギにこう当たってこう流れ落ちるみたいなところまで計算できてくるというところがありますので、シミュレーションというのは計算パワーによってどんどん正確になりますし、細かな動きができるというものになります。次、レイトレーシングという話です。こちらも物理計算で行われるんですけど、このレイトレーシングというのは映像を作り出す方の技術になりまして、人間というのはですね、目の中に入ってくる光によって映像を作り出しているんですね。でその光っていうのをちゃんとトレースして計算することによって、人間の中に目に入ってくる光で正確な映像を作り出そうと、つまり物理的に正しい映像を作り出そうと、そういうものになります。でここの左の下の図にあるように、じゃあどういうことかというと、ここ目のところに入ってくる光一本一本、それがこれピクセルになる、画像のピクセルになるわけですが、そこをどこを通っていくかというようなことを計算するんですが、ただこれは光は一本じゃないんですね。光ってこの右の図にあるように光源から出てきて何か物に当たると基本的には分散されます。一本が数百本数千本になるわけです。なのでこれが何回か反射して人間の目に届くわけですけど、そうすると本当にもう光の数っていうのは無限にあるというようなものですね。この無限にある光をどうやって有限の時間で実行させるか、リアルタイムに実行させるかというところでさまざまな工夫が必要になってくるわけです。サンプリングをして重要な光をですねちゃんと計算をしようというようなものになりますね。でこの光の計算の数が足りてないとやはりノイジーな映像になってきて、よく夜の写真を撮る、夜に写真を撮るとすごくノイジーな写真になる。それと全く同じ現象が起こってですね、すごくとってもノイジーな写真になってしまいます。なので光をたくさん計算を作る、つまり計算パワーをもっともっとたくさんにするっていうところの工夫も非常に必要になってくることになります。はい、それではですね、ちょっと我々の方で実験でやっているですね映像をお見せしようと思うんですけど、これは実はリアルタイムで先ほどの光の計算をしつつ物理演算も一緒にやってしまうという映像ですね。でこれは左下の方に出てるのが実写のまさにカメラから出ている現実世界の映像で、後ろにあるこの大きな画面っていうのがこれがコンピュータグラフィックスで作り出されている映像です。ちょっと動かしてみますね。はい、このようにですね現実世界にあるものを動かすと連動して CG の世界も動くようになっております。でこの上から出てきているものがまさに物理計算で、発生させているもので、このようにコリジョンっていう、ぶつかった時のですね挙動とかそういうのも全てフィジックスの演算によって、行われています。からここで一回デジタルに取り込んでますので好きな質感にすることができるんですね。このように金属にしたりとか先ほどのゴムにしたりとかですね、そういうこともできますので、そうなるとその反射の仕方も変わるというようなこともシミュレーションされています。これは我々の方で作っているテクノロジーの一つです。はい、最後にシミュレーションの将来について考えたいというふうに思うんですけども、先ほども申しましたようにですね全てのものをシミュレーションするのは非常に計算コストがかかりますし、長い時間がかかってしまうと、それをリアルタイムにやっていかなければいけないというところもありますので、シミュレーションと、最近のトレンドであります AI の融合というのを、考えておりまして、シミュレーションできる部分はシミュレーションするんですけれど、シミュレーションで表現が難しいものだったりとか非常に時間かかるようなものに関しては AI でインファレンス、つまり推論させるというようなところもできるということになっておりまして、シミュレーションと AI を融合させることによって効率的にですね映像を作っていくということができるのではないかなというふうに思っています。
ちょっと例を挙げますけれども、ここの下に書いてある例がですね、これ長野さん後で、話していただけると思いますけど、一緒にやってる例でして、レイトレでやって、やるんですけど、レイのサンプル数をすごく少なくするとですね、この真ん中にあるように非常にノイジーな絵になってしまうんですね。それを AI の技術によってこのノイズを除去していって、それで元の非常に美しい映像にしていくというようなものでして、こういうようなですねテクノロジーを使って AI とそれからシミュレーションを融合させて実時間で動かそうというような話を今まさに長野さんのことをやっているものになります。はい、私の方からは以上で発表を終わりたいと思います。はい、豊さんどうもありがとうございました。いや私実は物理学科出身でしてねそうなんですよ。物理シミュレーションっていうと、これまでは普通の実世界のためのシミュレーションっていうことだったと思うんですけど、それがバーチャルの世界ですごく広がってるっていうのはすごくなんか学生時代に思った気分でワクワクしましたね。リアルタイムでやっていくというようなですね。ありがとうございます。それではですねちょっと議論の時間についてと思いますけども、誰か質問のある方ということですが、ちょっと私の方から名指ししましょうかね。じゃあ笑った田中さん、はい、お願いします。今お話を伺った中で、3D、3R ということで、3つの R が出てきたわけですけれども、リアリティと、リアルタイムっていうところは今のお話の中ではかなり説明あったんですけれども、リモートっていうところに関してはまだちょっと切り口としては語られてなかったと思うんですけれども、そのプレイステーションのゲームの世界でリモートっていうところの関係性っていうのはどういうふうになっていくんでしょうかね。そうですね。プレイステーションの最初の初代機の時はまだインターネットも普及してない、ブロードバンドもないっていう時代でしたので、やはりリアルタイム、それからリアリティというものを追求していたんですけれども、プレイステーションが進んで3ぐらいになるとですね、ブロードバンドが普及しておりまして、プレイステーション3は最初からブロードバンドのコネクタがついているというようなものです。このリモートというのはやはりゲームをかなり根本的に変えるような力を持っておりまして、ゲームって基本的にデジタルのエンターテインメントですので、リモートにしやすいんですね。全てがビットになって、ネットワークを通ることができますので、まず一つ考えられるのがリモートに離れた人々との対戦というようなもので、リアルタイムに遅延なくですね対戦するような技術を入れておりまして、何人もの人で一緒に遊ぶというようなことができています。それ以外にもやはりデジタルのネットワークにすることによって、例えばコンテンツ流通を行ったりとかですね、さまざまなリモートを活用しておりまして、新たな機能をですね日々リモートをどうやって使っていくかということを考えているというようなものですね。それではもう一つぐらいいきましょうかね。じゃあさっき長野さんと名前出てきたんで長野さんお願いします。先ほど豊さんのご説明の中で初代プレイステーションっていうのが 3GCG っていうのをリアルタイムで動かすことができてたって話あったんですけども、今から考えてもあれってすごいなと思うんですけど、どうして時代に実現することができたんでしょうね。そうですね。時代はまだ PC でも動画を扱うこともできないような時代でしたし、1994年なので、あと 3DCG のワークステーションっていうのはだいたい2000万円とかそういう高額な状態でシリコングラフィックスの社のものがありましたが、売られてたようなものですね。それをじゃあどうやってその家庭で大丈夫なような値段にするのかというところなんですけど、一番大きいのはやはり半導体にしたと。半導体技術にすることによってさまざまなその 3D に必要な演算の機能をですね半導体の中に押し込めることによって実現をしたということになります。半導体はやはりたくさん出ればですね非常に原価が下がってくるので、この半導体テクノロジーによってプレイステーションは実現したと言っても過言ではないかなというふうに思います。なるほどですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっともっと議論したいところではあるんですけども、じゃあ次に行きましょうかね。でそれでは次はですね、実世界の 3D キャプチャーに関して R&D センターの田中淳さんからよろしくお願いします。はい、R&D センターの田中です。私の方からはですね世界をこの感動で満たすっていうところなんですけれども、実際に今、実世界をですねキャプチャーしていくっていうところについてちょっと簡単になんですけれども概要の形で説明させていただければなというふうに思ってます。で今豊さんのお話があって本当に僕もくしくもというところなんですけれども、今私が空間映像技術っていうのをやらせていただいているんですけども、そこにつながっているとかいうかモチベーションになっているのがそのプレイステーションの父って言われているその草薙さんがですね語っている言葉の中で、世界をデジタイズするっていう先ほど豊さんからも語られましたけれども、僕もそこの言葉がすごい好きでというか
感動してというか、でそれでも世界をデジタイズするっていうところからですね、でその時に話を聞いたのは仮想世界だけじゃなくってその実世界をデジタイズするっていうところでそのプレイステーションを作っていたということなんですけど、それがまさにその 3D の CG だったと。でこの時にですねその草木さんの言われてたのは、単純にそれを記録するだけじゃなくってリアルタイムでインタラクションすることがもう本当に重要だよと。でかつそのインタラクションするだけじゃなくってそこを流れていくデータっていうものが非常に価値があるんだということで、まず無形のものに対しても価値があるってその時にすごく言われてたのが印象に残ってて、この議論っていうのは今でいうところのそのメタバースと呼ばれているちょっとバズワードになってますけれども、そのメタバースの議論そのものの話をされていて、で僕はそこにすごく感銘を受けて、世界をデジタイズするっていうところから空間をキャプチャーするっていうことに非常に興味を持ってますし、今でも取り組んでいるテーマになります。でそのプレイステーションが出た当時っていうのは先ほどお話あったんですけれども、そうは言っても結構作り物の CG っていうところがまだあってポリポリしてた時代だったと思うんですけれども、最近ではですねやっとようやくその実写を使った形かなり実世界に近いものっていうのができるようになってきたなって感じで、それは単純に一個の技術でできているというわけではなくって、そのさまざまな技術がこう背景として進化してきたことによってそれが実現されているのかなっていうふうに言えるんだろうなと思ってます。でまず一つ大きいのがデプスセンシングのようなそのセンシングデバイス、これが結構進化してくれたっていうこと。でもう一つはフォトグラメトリーみたいにその写真から 3D を起こすっていうことがあるんですけど、そういう信号技術自体が進化したこと。でさらにはクラウドコンピューティングの登場でコンピューテーショナルパワーがぐっと上がったということ。で、これだけだとちょっと道具立てになってきてるんですけれども、さらにはですね最近、AI っていうふうに言われてますけれども人間の、知見を超えるような、最適化っていうのができるようになってきていて、その今までできた技術を単なるモデルで組み合わせるだけではなくってそこを本当に最適にまとめ上げていくっていうところまでが、できるようになってきた。これが3D 処理というものが割と研究レベルのアカデミックだった領域からインダストリアルの領域の社会実装になるっていうのが、ここの4つぐらいの技術がこう集まってできるようになったのかなっていうふうに思います。でまずその研究っていうところで言いますとソニーの中でも、こう 3D の研究っていくつかされてるんですけれども、私がやっているところで言いますと実世界を丸ごとキャプチャーすると。で単純にキャプチャーするだけじゃなくて、キャプチャーする部分と、表示する部分と、インタラクションする部分、これを全て統合しないと、操れないということなので、この3つを主に研究対象としてるんですけれども、今日はちょっと時間の関係でキャプチャーについて触れたいと思います。で実際にやってる私のキャプチャーっていうところはどういうものかといいますと、大きく分けると、ソニーの中ではその人物のキャプチャーっていうものと、オブジェクトの、キャプチャーみたいな形でちょっと分けて考えていまして、人物のキャプチャーっていうのは、2つ、取り組んでいます。で1つが、ボリュメトリックキャプチャーというもので、もう一つが、デジタルヒューマンというものになります。でこの2つは実は相反する状況にありまして、ボリュメトリックキャプチャーっていうのは 3D のデータをそのままビデオとして、時間方向までキャプチャーするので 4D キャプチャーとかパフォーマンスキャプチャーって呼ばれてるんですけれども、ありのままのものを撮るだけになります。ただ撮るだけなのでいいこととしては非常にフォトリアルで、服がヒラヒラするみたいな表現までできるってことになります。一方でゲームでよく使われている、デジタルヒューマンっていうのは、すごく緻密に精細に、3D の体を作ってさらに髪の毛を作って服を作って物理シミュレーションをすると。先ほど、豊さんが言われてたみたいにシミュレーションとアニメーションによって映像を作っていくって形になります。でこの2つを対極で見ていて、それぞれいいところと悪いところがあるので両方持っているということも一つの、再開になると思ってまして、この2つを組み合わせていくような研究もしています。でセットのキャプチャーに関しましてはソニーイノベーションスタジオっていうところ、これはソニーピクチャーズの中にある、会社なんですけれども、そこで取り組んでいるような非常に広範囲の、ボリュメトリックキャプチャーができるシステムで、これは単にキャプチャーできるっていうだけではなくってバーチャルプロダクションと呼ばれるLED を背景に置いて前景を同時に撮影するという技術において示唆を作り出すための、ものとして非常に、高精細なキャプチャーができるようになってます。でこのソニーではですねこのようにですね
一般的なアカデミックな技術っていうところをインダストリーまで落として、で社会実装して、それが、クリエーションに使えるっていうレベルまで作っているというところがポイントで、さらにそこのこだわりとしては先ほど出た3R の中でもリアリティという部分と、リアルタイムっていうところに、こだわって、研究開発と、実装を続けていくっていうような形になっております。でこの技術を、使いまして、今ソニーピクチャーズですとか映像制作において、クリエイターをサポートしていくと、そういったような、技術開発をずっと続けて、提供していきたいというふうに考えています。ちょっと簡単になるんですけれども、私の方からは、以上になります。はい、田中さんどうもありがとうございます。なんかこうオブジェクト、人、環境というあらゆるものを実世界キャプチャーしちゃうような世の中が来るということで、なんかこう自分の分身もできるような感じになってドキドキしましたね。はい、ありがとうございます。それではちょっとまたディスカッションに移りたいと思います。それではちょっと私の方がご指名でじゃあ浅田さんお願いできますかね。そうですね、今回話を聞いて、3D の制作ということで、新たに多分なんでしょうね、変わることがいっぱいあると思うんですけども、はい、具体的にはどういう話が変わっていくんですかね。そうですね、3D で撮れているっていうことで一番大きいなと思っているのは、撮ったものがアセット化できるってことなのかなと思ってまして、で今までは2次元の撮影をすると、もちろん2次元で撮れたものをアセット化するっていうのはビデオストックっていう形では存在したと思うんですけど、撮ったオブジェクトを別の位置に置いてまた違う角度から見るっていうことは非常に難しかったっていうのがあるんですが、この 3D で撮れているということは実サイズ、がリアルに撮れているわけなので、アセット化できるということで、自由な位置にもちろん配置することもできますし、それを利用すると、で組み合わせていけると。で実はそのゲームの世界ではこのアセットっていう考え方はもう一般的になっているんですけれども、実社会での実キャプチャーしたものっていうのがアセット化するっていうのはまだまだ来てないところなので、これからそれが実用化されていくと、皆さんが撮った映像がこの映画に使われるみたいな形で撮影したものをアップロードして、みんながそれを使ってまた映像を作っていくみたいなアセット化ができるっていうのが非常に大事なポイントなのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。なるほど。じゃあもう一つぐらい、じゃあ長浜さん。今の議論でも実際、ボリュメトリックキャプチャーで、背景セットを取るであったりとか、ものをアセット化するみたいな話があったと思うんですけど、もう一つデジタルヒューマンの話されたと思うんですけど、今度人物ですね、さっき野本さんも自分の分身ができたらワクワクするみたいな話ありましたけど、その人物をやっぱり 3D のデータとしてアセット化するというところで、やっぱり何が一番重要になるんでしょうかね。すごくいい質問っていうか実はあんまりまだできてないっていうところなのかなと思ってまして、人物のアセット化っていうのはもちろんできていて、ゲームの世界ですとかキャラクターの世界では当然、アセットを作っていく。でただそのアセットができているっていうのは、実はリアルにキャプチャーできる、で光の表現ができるっていうところまでにとどまっていて、実際にアセット化して使おうとするとこういうふうに動いてほしい、こんな表情をしてほしいみたいな感じに、やっぱり演技だったりとか動きっていうものが必要になってくるんですけれども、今そこを、作るっていうのがまず難しいっていうのがあります。なので今後はその自律的な動きの生成っていうところが、非常に重要になってくるのかなと思ってまして、今はまずは自然な動きっていうのをボールを投げてくださいとか、そういうところから始まるとは思うんですけれども、さらにはその個性まで含めて、この人のボールの投げ方はこういう感じだよねみたいな形で個性までつけていくっていうところが、デジタルヒューマンをこれから作っていく上では非常に重要な方向性なのかなっていうふうに考えています。動きを見てその人が分かるぐらいまでそうですね、極めていくというところですね。なるほど、面白いですね。はい、ありがとうございます。それではこれまで豊さん、田中さんと、コンテンツ制作に関わる技術のところのお話ししましたので、じゃあ次はそこで作られたコンテンツをいかにお客様に届けるかという、まずは映像の信号処理の話を長野さんの方からよろしくお願いします。R&D センターの長野です。で私は映像をきれいに再現する技術の開発を行っております。でその中の一つがですね、超解像という技術になるんですけれども、これはですねソニーの機器に入ってくる全ての映像コンテンツ、それが例えばこの絵でいう左側のですねような映像が入ってくるんですけれども、それをですね右側のように自動的にですね非常に高精細な映像に変換する、そういった技術になっております。で実際ですねその技術の、これまでの取り組みを書いたものがこちらになってるんですけども、実はソニーっていうのは AI を使った超解像技術をいち早く商品に導入してきた会社でもあります。
なんで4K、8K のテレビやプロジェクターをはじめとしてカメラやスマートフォンの超解像電子ズームのようなもの、またですね4K 内視鏡のようなものに対してそういう導入っていうのをしてきました。でこういう商品ではですね主に 2D のコンテンツですので、これまでっていうのはこの 2D コンテンツを高画質に再現するっていうことをやってきました。ただですね今後の方向性といたしまして、先ほど田中さんの方からも話し合ったとおりですねソニーの事業領域もだんだんエレキからですねエンタメというふうに幅広く広がってきています。ですのでアニメ制作やあるいはバーチャルプロダクションを利用したような映画の制作、またゲームや XR といったような幅広いジャンルに今広がっておりまして、ここでですねもうコンテンツがですね 2D から 3D にだんだん変わってきております。ですので我々としてもですね 3D コンテンツに対してもリアルタイムで高品質に再現するような技術開発を行っております。でその中のですねコアとなる技術の一つを今日紹介したいと思っております。で先ほど豊さんの方からもご説明あったと思うんですけれども、3次元のコンテンツをですね非常に高品質にレイトレーシングしようとするとですね非常に計算機パワーが必要になってきます。そのためにですねそれをリアルタイムで出そうとするとですね計算をすごくはしょらなきゃいけなくなってしまう。でそれをですね信号処理で補うことによってですねレンダリング時間を短縮しながらもその品質っていうものを向上するようなそういう技術開発を今行っております。で実際のやり方として2つあるんですけれども、1つはですね画像のサイズそのものを小さくしてでそれを処理することによってですね超解像で戻すことによって非常に高精細な映像を再現するというもので、もう一つがですね先ほど豊さんの方でも、紹介あった通りなんですけどもレイトレーシングの、計算をはしょることによってですね非常にちょっと荒いノイズのあるような映像になってしまうんですけども、それをですね AI ベースの信号処理で復元することによって非常にきれいな画像に再現するというやり方をやっております。で実際にその例というのをですね見ていただこうかと思います。でこちらですね今ソニーピクチャーズエンターテインメント社とですね連携してやっている活動になります。実際ホテルトランシルベニア4というですねアニメが制作されてたんですけども、そこで使われてた映像を使ってテストしている例になります。ですねこれ左側がですね何もしてない映像になっています。実際ですねレイトレーシングをですね毎回やりながらコンテンツを作ろうとすると膨大な時間がかかってしまいますので、それを節約するために簡易的な計算で済まそうとするんですね。でそうするとどうしても映像の品質が落ちてしまってこの絵でいう左側のような絵になってるんですけども、それにですね先ほどの超解像技術を使うことによってですね右側のような絵に作り変えることが今できています。よく見ていただくとですねこの映像の輪郭であるとか非常に細かいディテールまで復元できていることがお分かりいただけるかと思います。こちらがですね別の映像を処理した結果になっております。でこちらもですねこのおじいさんのですねひげとか髪の毛のような細かい毛の模様がですねすごく右側の絵の方が再現できている様子がお分かりいただけるかと思います。続きましてですねよりフォトリアリスティックな、映像に処理した結果というのを、見ていただこうかと思います。で左がですねやはりレイトレーシングをですねはしょってしまっているのでどうしても質感が失われたような映像になっているんですけれども、それに対してですね我々の処理をかけたものが右側になっております。で実際これ動画になっておりますのでそれを見ていただくとですね金属の光沢感であるとかあとガラスのところの透明感というようなところがですね非常によく再現できていることがお分かりいただけるかと思います。このような形でですね、今後の可能性といたしましては、もちろんエレキはですねテレビとかカメラのようなですねソニーの商品群への貢献というのは今後も行い続けるんですけれども、それだけではなくてですねゲームや映画制作やまた XR やライブストリーミングのようなそういう新しいエンターテインメントの場にですね拡張してですねあらゆるコンテンツをリアルタイムかつてない美しさで描き出すようなそこを目指したような技術開発を行っていきたいというふうに考えております。以上です。長野さんどうもありがとうございました。最後のビデオとか艶がすごいですね。ものすごい生めかしい映像ですごいですね。信号処理の力っていうのは本当にあれですよね。画像処理ってソニーのああいうお家芸ですよね。お家芸でこれがまだ 3D の世界でさらに発展するということがよく分かりました。ありがとうございます。
それではちょっとディスカッションしたいと思います。じゃあですね、ちょっと目が合いましたけど、向川さんまだ喋ってない。向川さんの方からじゃあお願いします。はい、長さんのお話の中でバーチャルプロダクションへの応用っていうのが出てきたと思うんですけど、コロナの影響もあって映画制作の現場でバーチャルプロダクションますますこれから重要になってくると思うんですけども、長尾さんたちが開発しているその高画質化の技術、これバーチャルプロダクションにどういうふうに適用していくかっていうのを教えていただければと思います。そうですね、2つ大きくあるかなと思っていて、で1つはそのバーチャルプロダクションにおいて背景のアセットっていうのをあらかじめ作っておく必要があるんですけども、それは 3D で作る必要があるんですね。でそういった映像を作る際に 2D でたくさん作った映像から 3D モデリングをして映像を作り出すんですけども、やはり解像度がなかったりとかノイズが非常に乗ってたりとか、あるいは映像が欠落している部分がたくさん出たりするんですね。そういったところにですね、我々の作成しているような技術、映像技術を適用することによってあんまり手作業をかけずにほぼ自動化してですね、それができるようなことっていうことを目指して今開発しております。でもう一つはですね、実際にじゃあそうやって作った 3D の背景を、後ろに映し出しながら実際俳優の方に前に立っていただいてでシューティングを行うんですけども、その際にもですねカメラの位置に応じてそれに合った背景っていうのをリアルタイムで映し出す必要があるんですね。でその時に非常にやはり高画質な背景っていうのを映し出す必要がありますので、先ほど申しましたようなレイトレーシングの高速化技術みたいなのを使って本当にリアルな透明感とか金属の光沢感まで表せるような背景っていうのを映し出すということは可能じゃないかというふうに考えております。なるほど、わかりました。どうもありがとうございます。じゃそれでもう一つくらい、じゃ一周したんでまた豊さん、ちょっとお願いします。そうですね、エンドトゥエンドでコンテンツを送信する場合っていうのは、品質も当然重要なんですけど、私みたいな、インタラクティブエンターテインメントゲームの世界の人から言うとやっぱレイテンシーっていうのは非常にですね、気になるんですね。そのあたりっていうのはどういうふうに思っておりますか？はい、実際にレイテンシーを生む要因っていうのはもう映像を作って配信して見るところまで全てのプロセスがそのレイテンシーを起こす要因にもなり得るんですけども、特にその中でですね、実は我々は映像コーデックの技術も開発しております。でこれはですね、映像を圧縮する伝送する際にですね 3D ですと 2D よりももっと伝送量多くなってしまいますので、それをいかに圧縮するかっていう技術なんですけども、実は同時にですねいかにそれを低遅延で実現するかっていう技術も開発しております。でさらにですね、どうしても低遅延にしてしまうとコーデック自体の性質がちょっと落ちてしまったりするんですけれども、それを先ほどご説明したような超解像技術と組み合わせることによってもともとと変わらないような本来の本質に合ったような映像再現もできるかなというふうに考えております。でこういうことを全部組み合わせることによってですね、高画質なおかつ高圧縮なおかつ低遅延で映像っていうのがエンドトゥエンドで送る世界が来るんじゃないかというふうに思っております。全部いいとこ取りしようっていう。そうですね。はい、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。そのエンドトゥエンドのさまざまな遅延とかシステムに関しては最後長浜さんの方から話していただけるかなと思いますので、その時にまたちょっと楽しみにとっておきましょう。はい、それではですね、次もあれですね、ソニーのお家芸と、さらにお家芸かもしれませんね、しませんが、音響のリアルタイム再現、リアリティ再現というところで R&D センターの浅田さんからお願いします。はい、R&D センターでオーディオ技術担当しています浅田と申します。よろしくお願いします。今回のテーマですね、特にリアリティ、現実化なんですが、私一番大事なのは空間知覚だと思っています。でつまり、視覚とか聴覚、これを使って身の回りの外界を認識するような、機能、これがキーだと考えています。どうしてもこの分野、情報量の面でやっぱり視覚というのは先行しがちですし、実際今日も結構映像の人ばっかりなのであれですけども、聴覚というのはですね、視覚とは役割が違っていて、お互いに補い合うような、相互関係になっています。で例えば目というのは、その範囲というのが前方限定ですよね。ですけども、能動的に目を向けたり背けたりできます。で耳というのは一方で全方向、対応なんですけども、自分閉じれないので、常に聞こえていると、いつでも聞こえちゃうといったことが、特徴として持っています。で他にも空間分解能に関しては目が優位だったりとか、もしくは時間分解能は耳が優位とか、そういった意味で、性質が違っています。で下の帯にですね、よくあるシチュエーションを書いてみたんですけども、車を運転している時に、サイレンの音がガーッと鳴って、それがですね、いち早く時間要因として気づいた、だけど場所がわからない、そういう時にやっぱり能動的に頭を動かして探して、やっと目で見つけて位置が分かったとありますよね。でこういったような相互関係っていうのは
人間とか動物がですね、獲得してきた、一つの、危険回避というか、生存システムかと考えられます。で特にですね壁で向こう側が見えないとか、薄暗い状況に関しては、視覚よりも音とか聴覚で、これが非常に重要なキーになってきます。で壁の向こうのどこに人がいるかとか、誰が喋ってるかとか、もしくはそれを推定したりとか、それを例えばトンネルに入った場合にトンネルの響きからその空間の大きさですねとか壁の材質、こういったものを推測できたりします。でこういうふうな空間の情報というのを音というメディアの中にどうやっていかに盛り込んでいくかというところがリアリティに関してのキーかと僕は思っています。でこのページなんですけども、ものすごくシンプルにソニーのオーディオの取り組みというのを書いていました。オーディオの技術というのは社内でも最も長い歴史を持って、さっきね伝統芸能とか言われましたけども、はい、そう言われてます。でその進化のモチベーションというのは、リアリティだと僕は思っています。その追求ですね、リアリティの追求で、特にですねやっぱり音楽のコンサートやライブで、これを何とかしてリアルに近づくように、また目の前でこう再現するように、こうやってですね集音ですとかミキシング、それから再生する手法を追求してきたっていうのが歴史だと思っています。でモノラルからステレオ、そして途中ですね、映画音響ですとかホームシアターの発展もあって、でこれがチャンネルベースのサラウンドとして進化してきました。でさらに2019年よりオブジェクトベースといった技術で上下を含めて球面上の音源配置が可能な360のリアリティオーディオといったサービスを展開しています。でスピーカーの数や配置によらないで、またヘッドホンでも楽しめるようなオブジェクトオーディオの概念っていうのは空間表現のリアリティを高めていると考えられています。で次なんですけども、音におけるリアリティの要素っていうのはどこに存在するかっていうのをちょっと分解してみたいなと思っております。これ絵の方ではですね、3つのステージに分けて考えています。まず音源、どういう種類の音がどういう大きさや指向性を持ってどう発せられているか、それから空間伝播、音源の音がどう空間を伝わって反射や残響の影響を受けるか、最後受聴、左右2つの鼓膜に対してどう音が入ってくるかで、こういうふうにですね分けて考えていくと分かりやすいんですけども、でもこれらはあくまで物理的な音の挙動でして、リアリティという意味ではさらに人間が知覚して解釈することも合わせて考える必要があるんじゃないかと思っています。例えば音源の情報というのは普段と違う状況を察知したりとか、誰が何を話しているかっていうふうなコミュニケーションとしても最も重要です。で空間伝播としては音の響き具合から、今いる部屋の大きさですとか、壁の材質などの空間情報を、知ることができます。で受聴に関しては音源の方向を把握して、危険の回避ですとかどっちを向いて話すかと、今もそうですけども、こういった次のアクションが可能になります。でリアリティ考える際にはこのように、人間側でどのように知覚されるかっていうのを考えて、各ステージにですね適切に情報を入れ込む必要があると思います。で我々が進むべき道、今後の進化を期待する領域なんですけども、この青い部分ですね、音源ですとか、空間伝播に対する新しい技術がもう一歩必要かなと自分は考えています。例えば音源の指向性や音源そのもののサイズといった再現というのはまだまだ十分なリアリティがあるとは言えません。また空間伝播に関しても今は非常にシンプルなモデリングと、クリエイターさんたちの時間をかけた努力でなんとか表現しているといった状況だと思います。で映像系は先ほどあったように、リアルタイムで高精度なシミュレーションベースのレンダラーというのが発展してますけども、やっぱりオーディオもですね同じレベルに進化させていく必要があるかなと考えています。ただ、リアリティといった意味だと、シミュレーション技術にプラスしまして、右側に書いてあるような、人間の中、例えば認知ですとか記憶、これを知ること自体が、大きな飛躍のためのヒントかなというふうに考えています。以上最近ですね、自分が考えていることを少し、ラフにですね紹介してみました。はい、何か質問とかあればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、やっぱり音響技術っていうのは何でしょうね。大きな節目はずっと高画質化で進んできて、やっぱオブジェクトオーディオってところで、新たな進化軸が生まれたってとこですからね。そこで結構大きな変局点があって、でそれでさらに結構パーセプションの定量が難しい中で、今日認知とかって話しましたけど、すごく人間の心理的なところまで踏み込んでるっていう意味では、映像より一歩進んでるのかなってところもあるなと。難しいですけどね。聞かせてもらいました。やっています。はい。じゃあそれでディスカッションに移りましょうかね。
それではじゃあ田中さんお願いします。リアリティとリアルタイムっていうのは相変わらず出てきたんですけど、こうリモートっていうところに対してはこうなんか取り組みはありますかね。田中さん結構リモートに対して結構厳しいですね。はい、はい、あります。でちょっと紹介したいんですけども、ちょっと絵を出しました。リモートに対する貢献例とか技術例ですね。僕たちが持っている技術としましては 360VME バーチャルミキシングエンバイロメントというのがあります。でこれはですね立体音響技術を使って、サウンド制作の現場の、スピーカーですとか、音環境ですね、部屋の環境、それをですね、それとあと含めて個人の耳の音響特性、これらを全部まるっとですね丸ごと測定して、それをヘッドホンで再現する技術があります。でこの技術はですね、測定ですとか演算、再生でいずれも正確性ですとか、高精度にこだわっていて、体験した人は、大抵こう鳴っているのがヘッドホンなのか、もしくはスピーカーなのか区別つかなくなるというふうなことまでなります。で実際にですねここにちょっと絵があるんですけども、 US の SP、ソニーピクチャーズエンターテインメントの中には、映画館と同じような規模の、ミキシングステージってあるんですね。でそこでサウンドクリエイターというのはこの場所でこうサウンドのミキシング、例えば前後左右に飛び交う音、それの、位置の調整ですとか音色の調整をしたりします。で実際これがですね、コロナ禍でロックダウンがありまして、このステージが一旦こう、クローズしたんですよね。でその時に SP さんとコラボしまして、この 360VME の技術、これを使って、サウンドクリエイターの自宅で、つまりリモートで、このミキシングステージの音環境の再現がうまくできました。で実際ですね、昨年のいくつかの SP の映画のサウンドというのはこの技術を使って作られています。でこれはですね、振り返ってみますと、音に関するリアリティ、そして演算のリアルタイム、それがあって結果ですねリモートとして使われて、ビジネスに貢献できたといった3R の事例かなと思っています。はい、こんな感じで進めております。いいでしょうか。もう一つぐらいいきますかね。じゃあ長野さんかな。浅田さん、浅田さんの話の中で認知記憶っていうのがすごく強調されて大事というところをおっしゃってたと思うんですけども、その辺もう少し詳しく教えていただけませんかね。はい、もちろんベースとしましてはさっきからずっとある通り、リアルの追求の一つとしまして、正確なシミュレーションというのはあります。でただ、リアリティ、リアルと違ってリアリティとしては、現実かなと思うんですけども、多分それだけじゃないのかなというふうに思っております。で長野さん専門分野ですので分かると思うんですけども、映像側でもですね、記憶色といった言葉があったりですとか、もしくはそうですね、テレビなんかでも最近認知を意識したプロセス入ってますよね。で僕は思うに音にもですね、記憶音ですとか記憶音波っていうのがあると思ってます。でそういった意味だと、そのままシミュレーションの正確な結果を出して、それを提示してもですね、違和感があったりとか、またもしかしたら面白さが少し減っちゃうのかなといったところも考えています。そういった意味で実際、映画ですとかゲームとか音楽とか、それぞれのエンタメにおいてもサウンドクリエイターっていうのがいて、彼らがやっぱ編み出すような、シーンとか文脈に応じた音の強調ですとか演出表現、これは非常にですね創造性にあふれていて大事だなと考えています。でやっぱり BGM もそうなんですけども、なんでしょう、音っていうのは見えないのだけにやっぱり人間の情動に対して無意識に入ってくるんですよね。でそういった意味で、リアリティとしての表現としては、非常に大きなノウハウが社内にあると思っていて、僕らもエンジニアとしてどんどんこういったところを学んでいくべきかなというふうに考えています。そういう意味でソニーのグループ内のエンタメに関わるサウンドクリエイターのコラボをですね、僕らとしてはもっとより強化して、そこも今後の技術のコアに組み込んでいきたいなっていうのが一応プランとしてあります。こんな感じです。はい、どうもありがとうございます。私もオーディオ好きで家にこだわりのオーディオセット持ってるんですけど、360VME の体験は衝撃的でしたね。ほんで人生で最も衝撃的な音の体験と言っても過言でないぐらい嬉しいです。リアリティはすごいと思いましたね。ぜひあれ世に出せるといいな、世に出せるというか、皆さんに私の家にもあれが来るといいなと思ってます。個人的に、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。じゃあ次はですね、ユーザーにこういって作られたコンテンツを実際体験してもらうとこの新しいトレンドとして、バーチャルリアリティ、オーギュメントリアリティと AR、VR のリアリティ体験について、向川さんからよろしくお願いします。はい。はい、ソニーセミコンダクターソリューションズの向川です。私はですね、20年近く、AR/MR のヘッドマウントディスプレイの開発、それから商品化を行ってきてます。
で本日は、リアリティ体験ということで、ユーザーにいかにリアリティ体験を届けるか AR/VR の技術の切り口でお話ししたいと思います。でまずはじめにですね、これまで我々ソニーが開発してきました、AR/VR のヘッドマウントディスプレイ、これについて紹介したいと思います。で我々1996年に、民生用で世界初となりますグラストロン、これ発売しました。でこれ以降ここに書かれているように、AR/VR さまざまなヘッドマウントディスプレイを開発してきています。で、VR が上なんですけども、まずですね2016年にプレイステーション VR 発売して、でいよいよ来年にはですねプレイステーション VR2 を発売予定になっています。で AR の方は下段になりますけども、2012年に、映画字幕表示用のメガネ、それから2015年に、スマートアイグラスという商品を発売しました。で2019年には、空間トラッキング機能がついた AR ヘッドマウントディスプレイを、プロトですけど開発して、これエンターテインメントコンテンツとともに、一般のお客様にデモンストレーションをしています。はい、で AR/VR 技術一言で言いますと、これは実世界と仮想世界にまたがる体験をユーザーに届ける技術と言えると思います。で、AR の方は現実世界にデジタルコンテンツを頂上して、でそのコンテンツがそこにあったかもあるかのような実在感、あるいは共存感を届ける技術。一方 VR は仮想世界を作り出して、そこに我々があたかも入り込んだような没入感をお届けする技術と言えると思います。ではですね、どうやってその実在感、没入感を高めていくんだということなんですけども、これはまさにですねリアリティ、リアルタイムの技術を駆使して我々が持っている五感に訴える、揺さぶるということです。で五感の中でも、特に重要な視覚、触覚、聴覚ですね。で今まさに浅田さんの方から聴覚の話がありましたんで、私からは視覚、すなわちディスプレイですね、これについて話をしたいと思います。で実在感、没入感を高めるための、ディスプレイの要件、これ何ですかというとですね、大きく2つありまして、先ほどの通り、リアリティとリアルタイムで、リアリティの方は、3D 表示、高画角、高精細、そこにあるさまざまな要素がありますけども、リアルタイムの方は、ここではですねワールドロック表示というのが、非常に重要なポイントになります。でワールドロック表示というのは、ヘッドマウントディスプレイに、デジタルのコンテンツが表示された時にですね、人間の頭が動いたとしても、そのコンテンツはですねその空間の中にぴったり止まって表示されると、そういう技術です。で、このビデオはですね、それを示しているんですけども、これは光学シースルーのですね AR ヘッドマウントディスプレイに表示されたこの白いキューブがデジタルオブジェクトで、これとともにシースルーで見えている背景ですね、これは同時に撮影したものになります。でこれ見るとおりですね、人間の頭が触れるとですね、この白いキューブ、デジタルオブジェクトも背景に対して上下左右にぶれてしまっていますね。でここにですね遅延保証技術を入れます。そうしますと今度はその白いキューブが背景にバッチリぴったりくっついて見えます。これがですね実在感にとっては非常に重要なファクターになります。で今 AR/VR のディスプレイにはまださまざまな課題があるんですけども、今回はですね特に実在感、それから没入感にとって重要なチャレンジになります一つ例を紹介をします。で人間のこれ視覚の話になるんですけども、大体カラーですね、色を識別できる角度が水平で120度角としてですねあると言われています。で人間の視力1の人は、1度あたり60の白黒の画素を分解する能力を持っています。でこれ単純計算してですね、例えば、水平120度、垂直80度の画角で、これをこの解像度で埋めるとですね、なんと、両眼 HMD だとですね7000万画素必要だということになって、これはですね 8K 画像の2倍以上の画素数になると。でしかも先ほど言ったようにですね、このワールドロック表示というのは非常に重要で、これを特に光学シースルーが一番難しいんですけども、この光学シースルーの AR でやろうとするともう遅延が許容できる時間っていうのは数ミリ秒しかないんですね。でこの短時間でこれを書き切るっていうのはとても近未来のですね、モバイル用の半導体ではこれはほぼほぼ不可能です。じゃあどうするんだということなんですけども、ここはですね人の視覚認知特性ですね、これを利用して、描画する画素数を減らすという取り組みをやります。
で、人間の視力はですね、視線の中心あたりは非常に高いんですけども、そこから離れるに従って、急速に低下をしていきます。でこれをうまく利用して、ユーザーの視線周辺のみは高解像度で描いて、でその周辺部分は低解像度で描画すると、これをやることで、描画の負荷を大幅に削減することができます。ただ当然これにはですねいろいろ技術が必要で、もちろん視線の検出の技術、それからどういうふうにその情報量を削減するかという技術、それから当然その低遅延で描画する技術、こういったものが必要になります。はい、でこちらはですね AR/VR システムのプロセスフローを書いた図なんですけども、まずセンシング、それから認識ですね、この技術を使って我々ユーザー、それから空間ですね、これを理解します。でこの理解した結果に基づいてアプリケーションが応答を決定します。でこの応答に基づいて、データを生成して、そのデータが最終的にはディスプレイ、オーディオ、あるいはハプティックということで出力されていきます。で今回はその視覚を一つ例に挙げてこのループを説明しましたけども、AR/VR のシステムで先ほど言いましたその没入感だとか実在感、これを高めていくためには何をするかというと、結局はこのループをですねいかに高速で高精度で低演算負荷で回していくかということに帰着します。で、ですからこれはですね技術だけではなくて人間のその知覚特性ですね、認識特性、こういったものを深く理解して、開発することも非常に重要になるので、我々はそういうところにも力を入れて、開発を今しています。はい、私からは以上になります。向川さんありがとうございます。向川さんもずっとやはりソニーで AR を牽引してきて、まさにミスター AR ですけどね、浅田さんもそうですけど、やっぱりその道を極めると最後は認知っていうところに入ってくるんですかね。そこが共通してますね。共通したところですよね。はい。じゃあディスカッションに移りたいと思います。やはりAR/VR といえば豊さんですかね。ソニーインタラクティブエンターテインメント、豊さんお願いします。そうですね。やはりAR/VR で今一つ、とても気になるところがやっぱり装着の負荷ですよね。やっぱりゲームの場合ってもう何時間も没入してやるみたいなところがあるんですけど、その AR/VR で装着感をもっと自然にするようなことっていうのができないのかなっていうふうに思ってるんですけど、そのあたりどうでしょうか。そうですね、そこは非常にもう喫緊の課題としてあると思うんですけども、この装着負荷といった時に、大きく2つあってですね、一つはまさにこのかけ心地の話、それからもう一つは見心地というか見やすさの話ですね。でまずかけ心地の方で言いますと、端的にこれは重量に直結するわけですけども、ディスプレイが今までは結構重いものだったんですけど、ディスプレイはですね、だんだんと軽くする、小型化する技術が進んできています。で本質的な問題はですね、これは SoC だったり、それからイメージャー、それからディスプレイでも光源ですね、こういう発熱をする部品ですね、この発熱対策、放熱対策、これが重量あるいはサイズを決める大きなファクターになってます。なのでちょっと当たり前だろうって言われるかもしれませんけど、こういうものの低消費電力化、これが実はその重量を低減するために最も効くポイントだと思っています。でもう一個その見心地の方ですね、見やすさで、こちらは今特に問題になっているのはその、服装と調節の不一致っていうのがあってですね、これは簡単に言うと、人間が奥行きを感知するのに目のピントですね、ピントが知覚する奥行き、これと、我々両眼でこういうものを見ますから、両眼が近いと角度を持ちますし、遠いと平行になっていくと、この角度が認知する奥行き、これがずれることによって不快感が出ると。でこれに関してはさまざまな工学的な取り組みがあるんですけども、例えば液晶レンズをダイナミックに動かしてですね、焦点面をコンテンツの表示の奥行きに一致させてダイナミックに動かすとかですね、もうそういうのをやめてですね、もう人間の目のピント機能は使わずに網膜に細い光線を入れて直描してですね、網膜に直描して、描いてしまうと、そういう取り組みもあります。こういったものはいくつかあるんですけども、商品に実装されるのはもうしばらく時間はかかると思いますけども、非常に重要な問題なんで我々も含めて各社取り組んでいるところです。そうですね。いかに自然にそれを届けるかというところが一番のポイントですね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一つぐらいディスカッションしたいと思います。それでは最後長濱さんのパートでメタバースっていう話題も少し触れると思うんですけども、
っとメタバースと AR/VR と関係あるかもと思いますので、長濱さんから何かありますか？はい、先ほどの豊さんの質問ともうちょっとつながるところになるんですけども、やはりその装着負荷を減らすというところで、やっぱり小型化していくというところが非常に大事なのかなと。で向川さんのところでも回答でも、ディスプレイの小型化のところが進んでいると。で今後そのディスプレイの小型化というのは、どのように進んでいくんでしょうか？はい、そうですね。これ口頭ではちょっと説明しにくいので、1枚スライドを使わせていただいて説明します。でこのスライド上がですね AR、下が VR なんですけども、今 AR の方はですねガラス製の瞳孔板と、反射型の液晶パネルを使ったプロジェクター、この組み合わせが主流なんですね。でこの後はですね、まずはそのプロジェクターの小型化で自発光のマイクロ LED っていう、強烈に明るい自発光のパネルが出てくると思うんですけども、そういうデバイスを使うことでまずはプロジェクターが小型化になります。でその先は今ガラスで完全にフラットな瞳孔板なんですけど、これが樹脂化されて、我々が普段かけているようなサングラスとかメガネとか、こういう曲面を持つような瞳孔板になって、より自然なスタイルになっていくんだと思います。で VR の方はもともとはですね液晶パネルとそれからフレネルレンズっていうシンプルな組み合わせだったんですけど、最近は有機 EL ディスプレイと反射屈折型のここに書いてあるようにパンケーキオプティクスって書いてありますけど、そういうレンズですね。こういうレンズを使うことで薄型化が図られています。でこの先にはこのパンケーキレンズって、これ普通の屈折レンズなんですけども、これが、フラットオプティクスと言われている、液晶みたいなものを使ったレンズですね。これでさらに薄くさらに軽量化していくっていうのが流れとしてはあると思います。で究極的にはこの AR、VR 問わず、今開発はされてますけど、もうコンタクトレンズにディスプレイ入れちまうというそういう開発もあってですね、でこれ夢物語みたいな話ではあるんですけども、アメリカの方では実際にその試作機をですねもうすでに目の中に実際に入れて試験をしだしたと、FDA なんかも認可されてですね試験は始まってるんで、10年以内ってはちょっと難しいかもしれませんけど、究極的にはですねそういうもうメガネはなくてですねコンタクトみたいなものを入れるだけで、ものすごい広い画角で、AR、VR ともに兼用ができるようなディスプレイができてくるのを、私としてもエキサイティングワクワクしながら待っているという状況ですね。コンタクトレンズまでいくと本当に誰でもみんな身につけてそういう世界を楽しむことができるということですよね。そうですね。だいぶ先かもしれませんけど。だいぶ先ですけど、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ次の話題に行きましょうか。じゃあ長濱さん待ちくたびれたかもしれませんがじゃあそこのキャプチャーからそのエンドユーザーの体験まで一人話があったので、そこをつなぐ技術を長濱さんの方からお願いします。はい、R&D センターの長濱と申します。では私のところはですね3D3R の、エンドトゥエンドシステムというところでその、システム全体の視点というところで少しお話しさせていただこうと思っております。で皆さんの話の中でも、いろいろまさに今野本さんおっしゃられたように、キャプチャーから処理をして、実際最後表示するまでというところの話があったと思うんですけども、ちょっとここに図に示してますように、エンドトゥエンドシステムというとやはりまず現実世界を捉えると、リアルな世界、バーチャルな世界、リアルな世界、フィジカルな世界ですね、物理空間を捉えてそれをデジタライズすると、デジタライズするというキーワードも出てきたと思うんですけど、でデジタライズしたものを3D のデータとしてそれを今度プロセッシングしていくと、処理をしていくと。でそのまた処理されたものが最後もう一回人間が例えば見える形、表示する形で、リアルのところに戻るということで、リアルからバーチャルに行ってもう一回リアルに戻ると、これが全体のシステムの経緯になるのかなと思っております。で皆さんの話の中にもありましたけども3D、3R というところでもちろん 3D のデータを扱うというところ、またリアリティを追求していく、というところを考えていくと、非常にコンピューティングのパワーも必要になっていくと。で3R のあるリモートですよね、リモートというところでリモートというなると当然遠隔地のところで何か撮ったところと実際見るところが違うというところが出てきますので、必ずネットワークがやっぱり挟んでしまうと。でそのやっぱりコンピューティングと、ネットワークでこのようにこの全体のシステムをどのように実現していくかというところが、私が今取り組んでいるところのチャレンジになります。で実際にではネットワークとか、コンピューティングどんどん性能上がっていってるんですけども、じゃこれそういった 3D、3R というアプリケーションに対してどうなのかというところで、ここに少し極端なグラフを出しているんですけれども、実際のところやはりアプリケーションの要求ですね、3D、3R でこういうことをやりたいということの方が
ネットワークコンピューティングの進化よりもさらにどんどんやはり増しているというのが現状なのかなと私は思っています。で左のグラフなんですけども、例としてその 2D のビデオを送る場合と 3D、ボリュメトリックのビデオを送る場合のところは、ざっくりと本当1000倍ぐらいデータ量が増えてしまうと。で右側のグラフは今度処理量のところ、コンピューティングの処理量のところを書いてるんですけども、ここもやはり3D のボリュメトリックビデオを作るということを考えた場合に、2D ビデオを作る場合と比べて、非常にもう莫大なコンピューティングパフォーマンスがいると。で当然長野さんとご説明あったようにいろんな工夫ですよね。はしょるとかもちろんコーデックで圧縮するとかいろんな工夫はあるんですけどので、もう少し差縮まると思うんですけれども、メタバース、最近言われているメタバースのことを考えると、メタバースってやっぱり本質的にマルチユーザー、多数のユーザーが仮想空間に集まって、こういった 3D の体験を受けるということになりますので、ますますそのネットワークとかコンピューティングに関しては非常にチャレンジが大きいのかなと思っておりますので、ここは個々の技術というところもあるんですけど、どういったそのシステムのアーキテクチャを作っていくかというところがポイントになるのかなと考えております。で実際のその例というところで、メタバースもしくはマルチプレイヤーのゲームのようなところのアーキテクチャの例というところを使って説明をしたいと思います。で左の図はですね、マルチプレイヤーのゲーム、よくいろんなところで遊んでいるようなゲームがあるんですけども、そこでよく典型的に使われている例になりまして、マルチプレイヤーのゲームでネットワークを通じてありますので、例えばそのサーバーみたいなのがクラウドにあって、でクライアントのデバイス、ゲーム機でも、スマートフォンでも、もしくはそのヘッドマウントデバイスでもというところでやるというところを考えた場合に、今現状はそのクライアントのデバイスの上で、アプリケーションが動いていて、で例えばそのキャラクターを動かしたりするとそのデータがサーバーに送られて、でそのデータが集約されて他のクライアントデバイスにも送られると、みんなが同期を取っていくという形で動いていくこと、こういうふうなサーバークライアントのモデルというのが一般的によく取られています。でこちらはですね、アプリケーションがクライアントのデバイスで動いていますので、やはりレイテンシー、遅延というところでは非常に入力に対してすぐ反応することができるという特典が長所ですね、長所があるんですけれども、一方でクライアントにアプリケーションがあるということは、何かその体験をアップデートしようと思うとソフトウェアアップデートをしなきゃいけないと、クライアントのソフトウェアアップデートしなきゃいけないので、そこで体験がちょっと途切れてしまうというところもありますし、クライアントのデバイスももちろんそのプレイステーションのような非常にパワフルなものだといいんですけども、やはりスマートフォンだとまだ性能も低いというところで、そこでそのグラフィックスのやはり品質というところも少し制限が出てしまうと、そういった短所もあるかなと思います。で右側の図なんですけども、これはいわゆるそのクラウドゲーミングといった技術を、応用した例になるんですけども、これはそのクライアントデバイス側はいわゆる新クライアントのような形になりまして、クライアントのデバイスには入力したいわゆるコントロールの情報がそのままもうサーバーに送られると、クラウド側に送られると。でクラウド側でアプリケーションが動いていて、でそこのクラウドで動いているアプリケーションで映像と音を作って、でその映像と音をまたネットワークでクライアントデバイスに返すと、そのようなやり方になります。でこの場合ですね、アプリケーションがクラウド側にありますので、ある意味ユーザーが知らないところで勝手にどんどんアップデートしていくので、体験はどんどん進化していくと、ユーザー知らないところでどんどん進化していくと。でもう一つはクラウドのそのコンピューティングパフォーマンスを使うことで、非常にきれいなグラフィックスだったり、非常に素晴らしい物理シミュレーションとかやることで、クライアントのデバイスの能力以上の体験ということを得ることができると、そういう可能性もあると思っております。一方でやはりネットワークこうしてしまいますので、やはり遅延ですよね。レイテンシー、入力に対する遅延というところはやはりどうしても少し挟んでしまうという問題もありますし、もともとゲームサーバークラウドで動いているかもしれませんけど、そのゲームのクライアントまでクラウドで動くということは、そこのやはりコストもかかってしまうというところで、ここはやはり両方の方式、プロコンがあると長所短所がありますので、こういったところをどういうふうに使いながら最適なものを選んでいくかというところが重要になるかなと思っております。で実際にですね、次はこれからですね、こういったところを応用しながらどういったところを今取り組んでいるかというところを2つ事例を挙げたいと思っております。で一つはですね、これサッカーの試合を仮想空間で再現しようという取り組みになるんですけども、スタジアムに実際カメラが設置してありまして、そこでスタジアムの選手の動き、ボールの動きというのをトラッキングして取っていくと。で選手の動きはいわゆる骨格の動きですね、骨格の動きだけを捉えて、この骨格のデータだけをクライアントデバイスに伝送すると。
で、クライアントのデバイスの上でそれをこう CG として、3D モデルと合わせて再現することでボリューメトリックなデータを全て置くと非常にデータ量多いんですけれども、骨格のデータだけ置くので非常にデータ量が小さいと。でそれであとは CG で再現できるのでやっぱり 3D の体験ができるという事例になります。ムービーが流れてるかもしれませんけども、こちらイングランドのプレミアリーグのマンチェスターシティフットボールとの協業というところでこういった技術を活用してどういうふうな体験ができるかというのを実証実験を行っております。でもう一つは今度ちょっとエンターテインメントの話が多かったんですけども、モビリティというところの話になりまして、こちらもすでに発表している内容になるんですけども、遠隔地でリモート運転をするという例になります。これはいわゆるストリーミングの技術を応用した事例になるんですけども、ここではですねドイツのテストコースでビジョン S というソニーの車がいて、それを東京の遠隔地からコントロールすると。でドイツにある車から逐一送られる映像データをネットワークで伝送してそれを見ながら東京からコントロールするというところでストリーミング技術の応用というところでこういった実証実験も我々やっておりまして、ここはモビリティへの応用というところで今取り組んでいるところになります。はい。最後まとめになるんですけども、やはり我々ソニーとしては現実世界と仮想世界というのをどうやって融合して新しいものを届けていくかと、エンターテインメントとして届けていくか、また新しいサービスを届けていくかというところになるんですけども、やはりクラウドの力、クラウドコンピューティングの力、クライアントのデバイスの力、どこで何の処理をやって一体何を伝送するかというところは非常にいろんな組み合わせがありますので、ここを考えなければいけないんですけれども、特にサーバーという観点で言いますと、最近ではいわゆるエッジサーバーのようなところでもう少しユーザーに近いところのサーバーの拠点で処理をすることで非常に低遅延でその処理を返すということができるような取り組みもありますので、このまさにいろんなところにあるコンピューティングリソースをどのように束ねて分散コンピューティングとしてこれを実現していくかというところが非常に大きなチャレンジかなと。ただ残念ながらですね、何でもできるシステムとはなかなかやっぱりできないので、先ほどレイテンシーの話だったりとかコストとかいろんなファクターがあるんですけども、そういったトレードオフを見ながらやはりアプリケーション何なのか、もっと言うとまたビジネスモデルは何なのかというところも含めてこのシステムを組み上げていくことが我々のチャレンジなのかなと思っております。はい、私の発表は以上になります。どうもありがとうございます。最後長濱さんが個々のいろいろ課題があったと思うんですけども、そこ分散コンピューティングっていうプラットフォームでシステム技術でいろいろ万能は難しいって言いましたけども、個々最適化することでそういったなんですよね、コンピューティングのオーケストレーションをいかにどうやってやるってことが非常に最終的なサービスの提供にとっては重要であるってことがよく分かりました。はい、それでは少し議論したいと思います。それでは今度向川さんの方から長濱さんに質問はい、そうですね。先ほど私もちょっと話したんですけど、ヘッドマウントディスプレイで相当な解像度、画素数を描画しなきゃいけない、しかもリアルタイムでっていった時に、クラウドでのレンダリング、あるいはエッジでのレンダリングって話があったんですけど、そのストリーミングでHMD、しかもAR 系のですね、特に難しい AR 系の、低遅延の描画っていうのが現実的にできるとするといつぐらいにできるのと難しいですもんね。やはり AR 広角指数の AR って非常に難しくてですね、向川さんおっしゃられたより数ミリセカンド以内の間にやっぱりレンダリングして伝送しなければいけないというところで、そこは非常に大きなチャレンジなのかなと思います。正直今のところこれどこでできるかって私も言えないからと正直なところで、VR いわゆる仮想空間に入り込むという観点でいくとすでに実はいろいろ取り組みがありまして、で当然遅延というところが気になるんですけども、先ほど向川さんの発表の中でも視線を見て、視線の中心だけ非常に高解像度でレンダリングするって話があったと思うんですけども、同じように、見えてる VR で見えてる範囲のところよりも外側まで含めて事前に送っておくことで多少のこの頭が振ってもですねそこに追従できるというようなやることで VR であればアプリケーションはそういったところでクラウド側でレンダリングして伝送することができるんじゃないかなと思います。ただ AR はやっぱり難しいですよね。難しいから頑張りましょう。一緒にぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、次誰行きましょうかね。じゃあ浅田さんよろしいですか。はい。
そうですね。今日やっぱり映像系の人がすごく多いので音の話があってつい聞いてしまうんですけども、はい、やっぱりその映像のリアルタイムの話ありましたけども、オーディオというか音に関してはなんかリアルタイムという意味では何か策というかプランはあるんでしょうか。ありがとうございます。音声は音は映像に比べるとデータ量が少ないので、はい、一見楽なように見えるんですけども、多分浅野さんもよくご存知だと思うんですけど、やはり音の方が非常に遅延のやっぱり大きさというのはすごく感じやすいですよね。で皆さんもいわゆるいろんなテレビ会議の、ツールを使ってテレビ会議するときにお互いなかなか掛け合いみたいなことができないみたいなところは経験があるんだと思うんですけども、やはりあれ遅延の影響ですと。でこれなかなか難しい課題なんですけども、一般的なそういった会議ツールはやっぱりどこでも動くような、誰でもどんな環境でも誰でも動くようなところでネットワークのプロトコルとか組んでいるところもありますので、もしやはりアプリケーションを絞ってこういうふうなネットワークを使うということが分かるとか、それこそ例えば専用のネットワークを引くであるとか、そういったものであったりとか、あとは喋る人を人数を絞るというところですね。聞く人は大勢いてもいいかもしれませんけど、話す人の人数を例えば少し制限することでそこに最適化したプロトコルを作ると実は低遅延に掛け合いをすることができるというところは分かっていまして、今ちょっとそういうふうなところも実証実験というか技術というところは取り組んでいるところになります。でおそらくさらに多分浅田さんとかあったように、ステレオの音声を送るというよりはやはり今度オブジェクトオーディオとか360度で送るというところはあるかなと思いますので、ここはぜひまた一緒によろしくお願いします。やれればいいかなと思っています。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。それでは一通り個々の技術についてはプレゼンテーションとかパネルディスカッションを行いましたので、ちょっと最後に全体的なちょっと議論してみたいなと思うんですけども、要はですね、皆さんそれぞれの技術フィールドにおいて、3D3AR 技術がどういうふうに世の中を変えて、技術を変えていくかって話だったと思うんですけれども、ちょっともう少し俯瞰してですね、3D3AR 技術にとってもしかしたらクリエイター側かもしれないしユーザー側かもしれないし、そういった体験がどう変わっていくのかっていうちょっと皆さんの考えを伺えればなとちょっと思います。はい、それではちょっと私もランダムにご指名させていただければと思いますので、じゃあ長野さん目がかなりじっくりあったんで長野さんから。そうですね、私は 3D3R 技術で実現できた時に何が変わるかっていうところに個人的にはもちろん世界いろんな世界が変わると思うんですけど、その中でも特にこのリモートの遠隔コミュニケーションというものが相当変わるんじゃないかっていうふうに思ってまして、今先ほど長間さんから話あったようにいろんなツール、テレビ会議のツールでみんなやり取りしてますけども、とてもじゃないけど本当にそこに人がいるっていう感じはしないですよね。すごいストレス感じないながら何かやってたりして、それが先ほどから出てるように本当にまさに野本さん最初冒頭おっしゃったように没入感と実在感とでインタラクティブ性がそれが低遅延で実現できた時ってもう世界がちょっと変わると思うんですよね。だから本当にそこにその場に人がいるかのような形でコミュニケーションできると、よく言う田舎のおじいちゃんおばあちゃんと会話する時にもう全然違ってくる、コミュニケーションのあり方とかこの密度とか深さが全然変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。だからまさに距離の概念が変わるような、そういう世界が実現できるんじゃないかと思って、でそういうのをすごく期待してますね。そうですよね。やっぱコロナで実際リモートが増えて、でその後ニューノーマルっていう話もあって、コロナがリカバーしても割とリモートでってことが一般的になるとすると、本当に今こうやってすごい快適じゃないですか、この話してるのってこういう会話ができるようにするっていうのは非常に重要なところかもしれないですね。はい。田中さんなんかありますかね。そうですね、僕もどちらかというと長野さんと技術領域近いし一緒に仕事してるから僕もほぼ同じことかなと思うんですけど、どちらかというと僕コンテンツクリエーションの方ですごく期待してるところもあって、で好きな映画で言えば「スター・ウォーズ」とかでこれまさに長老会議をやる時って何人かはリアルなんですけど何人かはホログラフィックで来てるっていうのが表現として普通に語られてるっていうのがあります。で僕やっぱそこはすごくこだわりというかやりたいことの一つで、なので空間をキャプチャーして伝送してそれをさらに表示するっていうところまでやってるんですけど、すごい詳しく全部詳細は説明しないんですけれども、実は今ボリュメトリックのスタジオからリアルタイム伝送で本当に 3D でそのまま実サイズを表示するみたいな実験を進めてまして、でそうすると
本当にテレポーテーションみたいに人が飛んでくる、今まさに長野さん言われたようなで、それが本当に目の前に、その人が出てきた時っていうのはちょっと感動するっていうのがあって、でその時に浅田さんとも話させていただいたんですけど、声の出てくる箇所がスピーカーは嫌だってやっぱりなったんですね。なので多分こういう技術の組み合わせになってくると思うんですけど、認知も含めてやっぱ口のところから声が聞こえる、でその人が本当にリアルに見えるっていうところまでが、ソニーの技術だと全部できると思いますので、それを組み合わせてみたらなんかすごい快適にまさにこうやって語れるようになるのかなと思って、そういったところを引き続きよろしくお願いします。確かにですね、テレポーテーションは究極のリモートコミュニケーション体験ですよね、そこに移るというところですよね。豊さん。そうですね、私はやはり前からインタラクティブというものをやっているので、インタラクティブテクノロジーがこの 3D3R の中に入ってくるというところがとても大きなポイントかなと思ってきますね。ゲームやった方は分かると思うんですけど、なんかゲームやったのって単にそれを見たっていうよりはなんかある種体験したみたいな感じに思われる。それはなぜかというとやはり人間のインタラクティビティというか、何か自分がやったことに対して返ってくるっていうところがあるので、そこが非常に大きな体験の変化になるのかなっていうふうに思うんですね。なので、ゲームの場合っていうのは世界を全てを作り上げることによって完全なインタラクティビティを実現するんですけれども、現実世界の中でいうとなかなか難しいのであれば、例えば最初はヘッドマウントで首を振って、ちゃんと直感的にそっちが見れるっていう、それもある種インタラクティブな話なので、そういう形でだんだん人間の体験というのは自然になっていく、デジタル体験が自然になっていくっていうところが一つ大きな今までと違ってくるようなポイントなのかなっていうふうに思うんですけどね。今いろんなもののゲーミフィケーション化が進んでると思うんですよね。e スポーツをゲーミフィケーション化というのはどうか分かりませんけども、教育のゲーミフィケーション化とか、あと何でしょう、観光とかもいろいろあると思うんですけども、どんどんこれからゲームの技術がいろんなサービスにマイグレートしていくっていう。そうですね、やはりインタラクティブに体験するっていうことがその教育についても自分の身になっていくみたいなところもありますし、観光についてもそうだと思うんですね。どうやってインタラクティブに入れていくかっていうところが今後非常にキーになってくるかなというふうに思います。ますます豊さんのシミュレーション技術がいろんなフィールドに入っていくということですね。はい。向川さんいかがですか。そうですね。私 AR ずっとやってきているので、特に 3D3R で変わるとすると、やっぱりエンターテインメントの世界は相当変わると思ってます。例えば、いろいろエンターテインメントあります。一番身近な例でテレビってありますよね。今我々が普通にお茶の間で楽しんでいるテレビなんですけど、そのテレビ用の信号だけではなくて、まさにそこにですね、今日言ったその、ハプティックとか、それからボリューメトリック、そういうデータも載ってきていて、それでテレビに表示されたものが、例えば何でもタレントさんがですね、もう外に飛び出してきてリビングに、それは等身大ですごくリアリティを持った、まさに田中さんが先ほど言われたもうバーチャルヒューマンですよね。それがタレントさんが出てきて、それで、今日ハプティックの話なかったですけど、実際に例えば握手をしてですねとか、もっと言うと匂いが香りが漂うとか、そうするとですね、やっぱり2次元のテレビから、2次元は2次元でいいところあると思うんですけど、それから拡張して、部屋全体がもうエンターテインメントの空間になってくるという世界が、ちょっと時間かかると思うんですけど、そうなると、通常のこのエンターテインメント、我々が今楽しんでいる、テレビっていうのが相当変わっていくんじゃないかと思います。なるほど。今日ちょっと時間の都合あまりそこをお話しできなかったですけどね、マルチモーダルってありますよね。人間の五感を再現するっていう、今日は映像と音響にフォーカスした感じありますけども、残りハプティクス、匂い、あとは味ですか。味はちょっと分かりませんけどね。とか触覚、触覚ハプティクスですかね。とかあるんで、将来シックスセンスの世界もあるのかもしれないですけどいろいろとマルチモーダル化させるってところも実在感とかリアリティ上げるところの一つの大きなポイントっていうことですね。そこは非常に重要で、聴覚視覚の後にはなると思うんですけど、これから開発が進んでくるところだと思いますね。なるほどなるほどなるほど。浅田さんいかがですか。音
これからどういうふうに世の中変えていくんだろうと。そうですね、音に限らずなんですけど、今日どっちかといえばなんでしょう、映像とか音とかネットワークのところでキャプチャーしてから出す側っていう感じだったんですけども、やっぱりもう少し足んないなと思ってるのは、先ほどインタラクションって話がね出ましたけども、やっぱり自分が本当にそこにいるかどうかっていう話がやっぱ重要かと思ってて、そこがまだどうかなと思ってます。でそのためにどうすればいいかって言ったら、一つこの話を聞いて思ったんですけども、ヒントはコロナ前にサウスバイに行って展示したことがあって、その時には暗闇の中で自分の声をリアルタイムにとってリバーブをかけて、で空間感をちゃんと提示するっていうのがあったんですね。であれやるとやっぱり自分の声っていつも出してるじゃないですか。で経験上やっぱりそれが何でしょう、エコーロケーションじゃないですけども非常に何でしょう、自分の中でしっくりくるんですよね。なのでやっぱり自分の声出した瞬間にそこでもってこの空間なんだってところが多分いけると思うんで、先ほど結構やっぱ音声敏感って話もありましたけど、やっぱり人間の声って非常にセンシティブなんですよ。でそこに対してうまくリアルタイムインタラクションっていうのを加えると、もっともっと自分がそこにいるんじゃないかっていうのができるかなと思ったんで、そういうところを探っていければなと思っています。まだまだ音のポテンシャルは未知数ってことですね。と思ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、長濱さんいかがですか。 3D3R 先ほど発表してまた元に戻しますけどはい、長野さんがおっしゃられた、長野さん田中さんがおっしゃられたコミュニケーションというところすごく私も大事だなと思ってまして、で本当に実在する人がリモートで実在の人がそこにいるかのようなところでコミュニケーションできるというのは非常に一つあると思うんですけど、何でしょうね、最終的にその人とのコミュニケーションの仕方って本当にリアルな人が出てきた方がいいかどうかっていうのは多分いろいろケースバイケースなのかなと思ってまして、それも多分必要になるところがあると思うんですけど、せっかく 3D というところでデジタルのデータになっていて、それこそよくゲームでもそうだと思うんですけど、やっぱりそこでデジタルのデータ加工できるというところ、豊さんのそのデモの話もまさにそうなのかなと思うんですけど、それとコミュニケーションというところを組み合わせることで、もう少し本当にリアルなところを単に置き換えるというよりは、むしろデジタルなデータで 3D の技術を使うと、よりアップグレードしたようなコミュニケーションっていうのができるんじゃないかなという気はしてます。よくある話だと、もしかしたら単純に手を掲げるとここにパンとボワンと情報が出てきてそれを見せられるみたいなところがあるかもしれませんし、もう少しエンターテインメント性があってもいいかもしれませんし、最後なんであれですけど、ソニーは人に近づくと、言ってますので、やっぱりそのどういうふうに人と人とつないでいくかというところのソーシャルな関係というところは、この 3D3R の技術を生かしてどうやっていくかというところは非常に重要なポイントなのかなと思ってまして、で私のところの発表でもマンチェスターシティフットボールとのコラボレーションの話を少ししましたけども、やはり今ファンエンゲージメントというところを目標にやっていますので、やっぱりファンを喜ばす手段として 3D3R の技術があって、やっぱそこで目指すところはやっぱりソーシャルな関係なので、そこはそこで一つまた研究分野としてはすごく何でしょうかね、大きな分野なんじゃないかなと非常に思ってます。今の話聞くとちょっとレトリックみたいになっちゃうんですけど、 3D3R の技術を持って 3D3R をどう超えるかっていうことが次の大きなみたいな、 3D をさらにリアルをいかに超えるかとか 3D を超えるかとかね、リアルタイムを超えるっていう、タイムマシンじゃないですけどなんかそういう、3D3R をって 3D3R をいかに超えるかってところが我々の次の大きなチャレンジかもしれませんね。はい、どうもありがとうございます。はい、それでは本日はこの 3D3R のセッションにお付き合いいただきどうもありがとうございました。最後にですね、今日いただいたようなパネラーからのメッセージを受けて 3D3R 技術で世界を感動で満たすということを宣言としてこのパネルディスカッションを終了したいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。